仏教三大総本山の一つ身延山。東京から車でわずか2時間半。ここには厳かで美しく温かいリアルジャパンが今も息づいています。ありがとうございました。山梨県身延町、鎌倉時代に開かれた日蓮宗の総本山身延山久遠寺がある人口およそ1万人の町です。久遠寺を中心にたくさんの寺が立ち並び、その多くが宿坊として全国から押し寄せる参拝者を受け入れてきました。宿坊とは主に参拝者や僧侶を泊めるお寺のこと。身延山には現在33もの宿坊があります。そんな信仰の町身延に今外国人の姿が。身延はもう本当に癒され、もう本当に癒され、もう別世界、きれいなオーラを感じてる身延。彼らが身延を訪れるきっかけを作ったのが550年続く宿坊覚林坊の樋口純子さん。こんにちは、どうぞいらっしゃいませ。純子さんは10年ほど前から覚林坊自慢の庭を眺めながら気軽に精進料理を楽しめるお手ランチをはじめ、写経はもちろん着付けやヨガまで多彩な体験コンテンツの提供、そして地元特産の湯葉やあけぼの大豆のメニュー開発などさまざまな形で身延の魅力を発信しています。なかなかお寺って敷居が高く思われちゃって、私日蓮宗じゃないんですけどとか、本当に外国の方でも子どもさんでも老若男女どなたでもこのお寺っていうコンテンツを楽しんでくださいと。信仰のための宿坊からさまざまな人がお寺というコンテンツを気軽に体感できる場所へ。するとそれが外国人観光客の目に留まり、コロナ前の2019年には宿泊客のおよそ半数が外国人に。ワシントンポストにも取り上げられるなど注目を集めました。ご自分たちの街がねあったら丸いシール貼ってなんて。近くは東南アジアもあるんですが、アメリカ、ヨーロッパ、欧米の方がとても多いんですけれども、日系の方の多い南米のおばあちゃんが南妙法蓮華経って言っていたと。その南妙法蓮華経って何なのかって言って、南米からその南妙法蓮華経を探して身延に来たっていう女性もいました。東京の下町で育った純子さんは大学卒業後すぐに現在の42代目住職ゼリョウさんと結婚し覚林坊にやってきました。当時は毎週100名単位で参拝客が泊まり、宿坊はいつも目の回るような忙しさでした。何が何だか分からなくて、もう白装束の人がうわーっと来て、もう必死にご飯をよそって朝3時半ぐらいに起床してまたご飯をよそって、なんか初日がそれだったっていうのだけ覚えています。家出してやろうと思ったこともあるくらい辛くて、この坂をトコ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 もう帰ってくるもんかと思って下るんですけど、この町のおばちゃんに覚林坊の若奥さんって声をかけられて、こうだね、ああだね、よくやってるねなんて言われると、ありがとうございますって言って坂登って帰ってくるわけですよ。何度家出未遂をしたかっていう感じですけど、家族や町の人に助けられながら宿坊を守ってきた純子さん。しかし2000年代に入ると時代の流れから宿泊者は右肩下がり、身延全体も寂しくなっていきました。このままじゃいけない。純子さんは一念発起し、現代のお客さんの要望に合わせて
少しずつ宿坊を改革。個人客や外国人など新しい客層を呼び込むことに成功したのです。この自然に癒されるとか、やっぱり文化に癒されるっていうものがあるなっていうのは、やっぱり私が若くして嫁いでたくさん経験したので、都会でお仕事や勉強に疲れてる日本人の皆さんにも、海外からリアルジャパンを求めていらしてる方々にも見ていただけたら、うわー気持ちいいと思って、わー本物だと思っていただけるんじゃないかなっていう。純子さんの新たな挑戦がこの迎賓館恵比寿屋。もともと造り酒屋の当主のプライベートハウスだった築90年の邸宅をリノベーションし、一棟貸しの旅館としてオープンさせました。館内は日本の伝統的な建築と大正ロマンの香り、そして現代のニーズが融合。宿坊とは一線を画す贅沢な造りです。一角にはカフェも併設。地域の風土や歴史、文化を料理に表現するローカルガストロノミーをテーマに、地元の食材を生かした料理を提供しています。2019年、取り壊しの危機に瀕していたこの建物を純子さんが取得。計画がスタートしました。ご信者さんの中からうちのところが潰されて介護施設になっちゃうんだけど、外国人のお客様をこの施設にも持ってこれないんだろうかっていうご相談を受けたり、清水の舞台から飛び降りて手に入れたんですね。実は恵比寿屋の敷地内には寺町唯一だった温泉施設も。ここを再建するのが純子さんの直近の目標です。10月下旬、身延町の山あいの畑に観光客の姿が。もっと中に入ろう。お目当てはこのあけぼの大豆。身延町あけぼの地区の在来種であるあけぼの大豆は、一般的なものよりも大粒で糖度が高いのが特徴。収穫量が少なく幻の大豆と言われています。粒が大きい。このイベントはあけぼの大豆ローカルガストロノミーツアー。純子さんが以前から作っていたあけぼの大豆の納豆が文化庁が認定する100年フードに選ばれたことをきっかけに、あけぼの大豆をテーマにしたローカルガストロノミーを推進しようと試験的に実施されました。土の中に窒素がちゃんと蓄えられますので。収穫後は近所の農家にお邪魔して茹でたてを堪能。いいかな。美味しいです。甘いですね。美味しい。ガストロノミーとは、食事・料理と文化の関係を考察すること。最後は角林坊で食文化研究家と生産者による講演も行われました。実感していただけたかなと思います。イベントに参加した東京在住のロシア人マリナさん。数年前に純子さんと知り合い、今回が3回目の身延訪問でした。戦争のことでこの8ヶ月ずっと悩んでて落ち込んでて、でも本当にもうギブアップっていうような感じの時に純子さんから電話があって、この2日間で本当に生きがえたような、前からしてるような感じの、しかもなんかお母さんのような感じの感覚で出会って、神様に感謝してます。寺町特有の歴史と文化を発信し、世界中から観光客を呼んでいる樋口純子さんは、令和3年度ふるさとづくり大賞奨励賞を受賞しました。開港という言葉があるんですけれども、
ただの出会いではなくて巡り合い、本当に特別な巡り合い。先ほど見ていただいた地図もそうですけど、あんなところからよくここ見つけましたねっていうような本当に開口だと思っています。例えば若い子が、身延出身の子が帰ってきて、そこで何かお店をやってみてトライするとか、移住してご夫婦2人でそこを住居にして何か新しい事業に取り組まれたり、そういった仲間がどんどん増えていってくれればいいなという思いで、私の体が動いて頭が働く間は少しずつ横展開して整備して、新しいチャレンジャーが来てくれるのをお待ちして、本当に一つ一つ皆様に譲り受けていっていただければと思ってます。縁あって巡り合ったこの身延の町で、さまざまな人との縁をつなぎながらにぎわいを作り出している樋口純子さん。純子さんの開口が身延を世界へ、そして未来へつないでいます。